不動産屋さんの怪談、語り手ゆりです。今回は前職が神主さんだった男性の方がその宝飾についていた時に体験した大変貴重なお話です。その方は現在40代でよしさんと言いますが、よしさんの奉職していた神社では宮司さん1人、ネギ1人、権ネギ2人、出資2人の役職の合計6人が常勤しており、よしさんの役職は権ネギでした。神社では一般的なご祈祷だけでなく、不動産屋さんにはおなじみの事故物件のお清めや、自ら命を絶たれた場所でのお清めなど、多数の特殊なお祓いなども奉仕していました。その中でよしさんの神社では、人形のお清めをしてお焚き上げをする人形慰霊祭を執り行うことがありました。よしさんの神社ではだいたい月に数体の人形が持ち込まれ、それらのお清めをお願いされるということです。そこで人形慰霊祭は人形がある程度溜まってきたら、神社の境内に祭壇を組み、人形を並べてお清めをして最後のお焚き上げをするということでした。そういったわけで持ち込まれた人形は数が溜まってくるまでは一旦一つの部屋に並べて保管することになっていました。さて、これは今から7、8年前の秋のことでした。よしさんはその時のことは今でもはっきり覚えているそうです。ある日、神社の受付に一人の高齢の女性が訪ねてきました。手には40センチか50センチほどの大きさのものが入った紙袋を持っていました。そこで受付の巫女さんの一人がその女性に対応していると、その高齢女性は、すみませんが、神主さんと直接お話をさせてくれませんかと言いました。そこで巫女さんはよしさんに対応をお願いしたそうです。よしさんがご用件はと尋ねると、その女性は、この人形をすぐ焼いてほしいんです。と言って紙袋の中身を少し見せて、よしさんに手渡しました。その中身は一体の市松人形でした。そこでよしさんは、すみません、すぐにはお焚き上げはできませんが、他の方たちが持ってこられた人形と一緒に慰霊祭を執り行い、その上でお焚き上げをさせていただくことになります。と丁寧に説明しました。するとその高齢女性は、それはまずいと言わんばかりの表情をして、すぐに焼いてもらわんと恐ろしいことが起こるよ。と意味深なことをポロッと言うと、口元に薄ら笑いを浮かべました。それはまるで何があっても私は知らないよというような意味の暗黙の表情に見えました。よしさんは女性には失礼でしたが、一瞬不快に感じたそうです。それでも何とか神社の方針に納得してもらい、その高齢女性は人形慰霊祭の受付を済ませて帰っていきました。さて、その場にいた巫女さんたちは受け取った市松人形をひどく怖がっていました。でもよしさんは淡々といつもの通り受け取った市松人形を保管部屋に持って行きました。そしてよしさんは保管部屋で紙袋から人形を取り出して慰霊祭を待つ他の人形たちの隣に、さて並べておこう、そう思った時でした。よしさんはとなり、ふと人形に違和感を感じました。そして市松人形をよく見ると、人形の両目がえぐられていたのです。明らかに意図的に何かで削った跡がありました。よしさんは少し驚きましたが、これはお証拠がだいぶあるなと感じました。今まで数ある曰く付きの人形のお清めとお焚き上げをしてきましたが、この人形は本当に
危険なのかもしれないと思ったそうです。気にはなりましたが、他の人形と一緒に市松人形を並べておき、人形に背を向け扉に向かって歩いていき、よしさんがさあ部屋を出ようと思ったその時でした。突然背後からガタ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 という何かが揺れ動く音がしました。よしさんがすぐに振り返ると、その音は先ほど市松人形を並べた台のところから聞こえてきました。すぐに人形のところに戻ると、目の前には先ほどの市松人形だけが台の上から落ちて床の上で仰向けに倒れていました。そしてその人形の削られた目はよしさんをじーっと見つめているようでした。さすがのよしさんもこの時は戦慄が走ったそうです。それでも神社に奉仕する神主さんですから、臆することなく再びその市松人形を拾ってもう一度同じ台の場所に立てておこうとしました。ただ一瞬、また同じことが起きると直感的に思いました。そこで今度は人形を台の上に寝かせた状態で起きました。そしてよしさんは何事もなかったように振る舞い、保管部屋を後にしたということでした。さて、それから2日ほど経った時です。神社にまた別の方が人形を持ち込んできたそうです。そこでよしさんはその人形を例の保管部屋に持って行きました。そして人形が並べられている台のところに行くと、ああ、やっぱりと冷ややかに思いました。あの横に寝かせておいた市松人形だけが台から落ちてまた仰向けに転がっていたのです。よしさんは不吉な予感がし、この市松人形だけは本当に早くお焚き上げした方がいいなと思いました。当時よしさんの神社の役職は権ネギでしたので、ほぼすべての祭祀を任されていました。そこでよしさんの判断で緊急にあの市松人形一体だけをお清めしお焚き上げすることに決めました。とにかく急がなくてはならないと感じたので、次の日早速境内のお焚き上げの場所に祭壇を組み、人形慰霊祭を執り行うことにしました。この時よしさんだけではなく、もう一人の神主さんも慰霊祭を手伝ってくれていました。そしてよしさんは祝詞をあげて祭祀を終えると、次はお焚き上げの炎の中にいよいよ市松人形を入れるという手順でした。そしてよしさんが市松人形を目の前の燃える炎の中に入れた時でした。思いもかけないことが起きたのです。よしさんを手伝ってくれていた隣にいるもう一人の神主が突然炎の中に手を突っ込んで、その市松人形を取り出そうとしたのです。何をする気だと驚愕したよしさんは慌ててその神主の体を押さえ、すぐに炎のそばから引き離しました。本当に間一髪だったそうです。この異様な事態に急いでその神主を社務所に連れ戻し、事なきを得たということでした。そしてよしさんはその後は一人で燃えていく市松人形のそばでずっと大原への言葉をあげていました。パチパチという炎の燃え盛る音とともに、ゆっくりと市松人形は形をなくしていきました。そして無事お焚き上げが終わると、灰だけがくすぶっていました。しばらくしてよしさんはその人形の灰となったものを片付けていました。するとちょうど人形の胴体だった部分の灰の中に何か小さなものがあるのに気がつきました。よしさんは何だろうと思い、その小さなものを取り出してよく見てみると、それは真っ黒になった
指輪だったそうです。ヨシさんはこれは一体どういうことだと驚きました。でもこれは恨み呪いの類としか考えられませんでした。それを聞いて私はあの市松人形には誰かの強い恨みの念が指輪に込められて埋められ、人形の持ち主に呪いをかけていたのかもしれないと思いました。ところで手伝ってくれた神主さんですが、なぜ市松人形を炎の中から取り出そうとしたのかが全くわからないというのです。その時の記憶はあるそうなのですが、なぜか自分の体が自然に動いて勝手に人形を取り出そうとしていたそうです。その後すぐヨシさんはその神主さんのお祓いをしたことは言うまでもありません。市松人形を持ち込んだ高齢の女性のその子は不明ですが、誰が何のためにこんなことをしたのかが全く分かりませんでした。そしてなぜ意図的に人形の目を削ったのか、指輪の正体はなどなど後味の悪い不可解な出来事だったということでした。そしてヨシさんは最後に、僕が言えることは市松人形は生きた人形でした。なぜなら保管部屋の台からお焚き上げされるのを拒むように逃げようとしていた。そして人を操って火の中から取り出させようとしていたからです。と当時を思い返し語っていました。生きた人形、心当たりのある方はいるのではないでしょうか。ヨシさんは昨年から YouTube チャンネル来内心霊調査 TV を始められています。詳しくは概要欄をご覧ください。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。